皆さんこんばんは。今年で73になりましたまっちゃんです。今日はいつもみたいにふざけることなく真面目に最初は始めようと思ってます。いやー、皆さん虚しいですね。いくら自然界の法則とはいえ、あれほど愛されたアイドル的な馬春うららが亡くなりました。かわいそうですよね。みんなに好かれた馬だからこそかわいそうです。でね、春うららはもう皆さんご存知だと思いますけれども、29歳で亡くなったんですよね。現役を引退した後、千葉県の某牧場の方に放牧されましてね、サラブレッドの本能といいますか、宿命といいますか、走ることね、これに没頭して引退後も毎日牧場の中をですね、楽しそうに走ってたんでしょうね。なんかそういう光景が目に浮かびます。それで春うららの死因って言いますと、なんか戦痛ですか、そんな風に書いてあったんですけども、で詳しくこうね読んでみますと、戦痛っていう病気は食べたもの、消化不良を起こして大腸内にガスが溜まるらしいんですよね。でサラブレッドにとってこの腺瘤というのはもう本当にね、大病だっていうような話がこう書いてありましたけれども、有名なダービー馬のウィニングチケットもこの腺痛で亡くなったってね。でね、なんかちょっと資料を読みましたらね、亡くなる20日ぐらい前なのかな、取り巻く方がですね、春うららのね、はい、関係者の方が朝いつものように春うららのところに行って、なんかうんちをなんか毎朝検査するらしいんですよ。ね、正常にこうね出るかどうかね。で出てなかったと。でなんか心配になりまして、獣医さんのところ連れてってそれなりの処置を取ってみたんですけども、その後だんだんこうね体調狂ってきて体がね、弱まってきて、なんか9月の9日亡くなったっていう話なんですよね。でね、皆さん、僕ねもう一つ懸念してるっていうか心配事は、私個人の話して申し訳ないんですけども、よく動画の中で僕は内臓疾患で苦しんでるなんて言いましたけれどもね、どういうことかっていうと、僕もねお腹にガスがすぐ溜まるんですよ。ですからもうね、歩きっぺのまっちゃんなんて言われましてね、もうその辺歩っててもプッ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 お腹が出るんですよね。でこれ大したことねえだろうと思ったんですけども、やっぱりガスが溜まってたんだよね。ほんでね、一番僕が心配なのは、若い時はもちろんあったんですけれど、この上下のねこの奥歯、物を噛み砕く奥歯、今ないんですよ。ですからいろんなものを食べてももう中途半端で飲み込んじゃう。完全にこうね噛み砕かなくてね。だから消化不良は起こしてると思うんですよ。だからもう大腸内にガスが溜まってんじゃないかなと、そんな風にもねここのとこね思ってきてるんですね。で心配になりまして、今度ね主治医のところにまた月末行くんですけれども、よーく見てもらおうかなとは思ってるんです。でお馬さんがそういうような症状でそういうような病気になるってことは、人間だってね分かんないもんね。いやー、だからだんだん心配になってきましてね。それでね、言えることは、春うららね、皆さんに愛されましたけど、大馬さんはやはりサラブレッドの本能、走ることですよね。宿命って言いますかね。その走ることが大好きな春うららね、十分にこうね、レースでもそれから引退後も走ったと思うんですよね。はい。それでね、これね、こんなこと言うのもねちょっとね春うららに失礼、春うららとか関係者の方に失礼かもしれませんけれども、文句じゃないんですね。どういうことかっていうと、僕が言いたいのは、春うらら負けても113連敗しましたよね。現役時代レース中とかそういう時に脚部故障とかね、そういう故障が発生して
体調を崩して亡くなったと。そういうような感じにならなくて本当よかったですよね。現役引退後でね、レース中だったらあまりにも今度は誹謗中傷とか、ね、いろんな人から春うらら、もうなんて言うんですか、もうだいぶそういう風にね、何回も走らせた周りの人間が悪いなんて言われたかもしれないもんね。それはつくづく思いました。それでね、皆さんもう一つ話あるんですけども、これはね、お馬さんに関しての話じゃないんですけども、今日僕はやけ酒飲もうと思ってるんです。頭にきました。ということかっていうと、僕はね、去年の6月会社を辞めてから、自宅にね、基本的にはね、いるんですけど、暇でしょうがないんですよ。で、唯一の楽しみって言いますと、テレビでね、メジャーリーグのドジャースの野球を見るのが一番の楽しみなんです。録画したり、夜にね、ワースポとかそういう専門的なメジャーリーグのね、速報的なものを皆さんに知らせる番組ありますよね。あれも必ず見てますしね。で、ドジャースの中でも大谷と、それから山本由伸の大ファンなんですよ。ね。で、ここんとこ頭にきましたね。それも二人に頭に来てんじゃないんですよ。その、ドジャースの監督と、それからリリーフのピッチャーたちね。もう、腹が立ってしょうがないんです。不甲斐ないっていうか。で、今日9月の9日、試合もちろん見ました。ね。で、大谷翔平がですね、5回までノーピッチングやったんですよ。一人も走者を出さない。ヒットでは走者を出さないとね。ただ、初回にフォアボール1個与えましたけど、その後はもうノーピッチング。素晴らしいですよね。ほんで、もう拍手喝采を浴びて、5回まで投げたんですけども、調子でしたら6回1個も投げられたんじゃないかな。それなんか知りませんけれども、監督の方の要望で無理はさせられないと。で、そこまではいいんですよ。その後ですよね。大谷の後に出てきたピッチャーが、それまでドジャース4対0で勝ってたんですけども、6点取られないんだよね。もう頭きて口まんなくなってた。6点取られて逆転されたんですもん。いつものパターン。毎回そういうパターンでしょ。でも、大谷は8回かな。待望の50号ホームラン。ね。トータルして。今年のね。それを8回に打ったんですよ。ほんでもって、6対6の同点になったんです。ね。でも、この間山本由伸の、ね、ノーヒットノーランのピッチングをしましたけれども、最後に9回の2アウトから山本がホームラン打たれてパーになっちゃいましたよね、ノーヒットノーラン。で、その後、2アウトからリリーフしたピッチャーがいるんですよ。そのピッチャーが今日もまたね、で、山本由伸の時はもう皆さんお分かりの通り、もう、あと一つアウト取れば勝ちなのに、もう乱れてヒットは打たれれば、フォアボールは出しはで、とんでもないような状態作って、で、最後に、リリーフのね、クローザーが出てきまして、ヒットを打たれて山本由伸負けたでしょ。もう天国から地獄でしたよね、あの時もね。で、今日も同じような感じなんですよ。でもって最後に、さっきも言いましたけど、大谷翔平が8回にツーランホームランだっけホームラン打ちまして、同点になったんですよね、6対6のね。で、これは今日はもう、大谷にとってはもうね、もう記念すべき日ですよ。ノーピッチング5回までやって、それでもって待望の50号を8回に打ったわけですから、どう考えたって勝たなきゃならないんですよ。納得できないんですよ。それを、最後に9回に出てきたピッチャーがスリーラン打たれていつものように、はい、さよなら負け。ね。これは頭にきますよね。だからね、もう僕が頭にきてるのは、ピッチャーにしたって、ね。ある程度もうプレッシャーかかった人間ですから、この間失敗したから、今回だけはね、ピシッと締めなくちゃって、そういう意識は持ってるとは思いますけれども、そういうような意識が今度は逆に作用しましてね、打たれてるのかもしれませんけれども、なんて言ったって年間何十億ももらってるのはプロですからね。一回のミスってんじゃなくて、それ毎回繰り返しでしょ今日まで。
で、そういうお膳立てをする一番悪いのは監督だと思いますよね。もうちょっと考えて、そのリリーフの人選っていうか、それを考えて、そういうような場面でもね、ある程度強い心臓でもって、ある程度、まあ、テクニックを持ったそういうね、そのピッチャーでなければ投げられないような独特のそういうようなウイニングショット、そういうものを投げてもらって勝ってほしかったんですけど、今日も負けです。それで監督の談話では、うちのリリーフ陣は自信をなくしてる。こんな話じゃねえぞと。自信をなくしてるんだったら、自信取り戻すように、あれ、投手コーチ、ピッチングコーチだっているじゃないですか。何やってんだって言うんだよね。ほんで、同じことの繰り返しだったんだよね。で、今日あたりにしたってね、大谷には絶対ね、勝てるチャンスがいっぱいあったと思うんですよ。5回まではノーヒットピッチング、ホームランで同点までしてね。ですから、展開によっては大谷が勝てば重要な試合だったんですよ。今日は勝ってほしかったんですよ。なんでかっていうと、今年の MVP、ちょっとバッティングの方だけでは、今日大谷が50号を打っても、カール・シュワーバー、今日のね、対戦相手のフィリーズの2番バッター、53本打ってますよね。ですから、安感としては、大谷としても構えられてないと思うんですよ。何かこう差をつけなくちゃね。で、シュワーバーにしてもあれね、DH ですから、まあ DH の場合は去年の大谷みたいにホームラン王とか盗塁王というかね、50-50やりましたよね。ああいうやはり DH では今までやったことのないような成績を残さないと MVP になれないかもしれませんけれども、だから今年のシュワーバーの場合は53本、ホームランだけだからね。だから大谷有利だっていう説も強いんですけど、それ以上に、大谷が今日勝てば2勝でしょ。で、あと、まだ残り試合12試合ぐらい残ってますから、そのうち、また1回ぐらい先発で5回ぐらいまで投げると思うんですよ。で、その時も勝てば3勝。ね、ほんと二刀流の本質を今年は若干なりともね、アピールできたでしょ。ホームラン50本。これから先、大谷がシュワーバーの本数抜けなくても、現に今日時点で50本と、それから何勝かしてるわけですから、そうすると MVP レースにおいて強いんですよ。だから今日は勝ってほしかった。それを監督がいつものパターンでしょ、あれ。なんで、今一番いいピッチャー把握するぐらいのそういう目を持ってねえのかなと思って。単なるもう温情をかけて、この間お前打たれたから今日は男になれよと、ね、抑えてみろよ、みたいな、そんな甘いもんじゃないと思うんですよね。1回2回ぐらい。それはもうダントツで優勝街道をね、もう走ってるような、最もその勝率の高いチームだったらば、そういうね、ある程度、なんていうんですか、そういう選手に対しての、なんていうか、こう期待感でもってね、温情をかけて出してもいいと思いますけれども、もう今やもう2位のパドレスにも2ゲーム差ぐらいでね、終われてるし、これからどういう風に展開変わるかもわかんないし、こんな状態でやったらリリーフはめちゃくちゃでしょ。ですからもうご飯なんか食べる暇もなく、それからもう休みの時なんかもう全員ね、リリーフ陣を集めて、監督がもうね、鋭い目で見てチェックして葉っぱをかけると、そのぐらい、日本式ですよね。そのぐらいやんないとダメだと思いますよね。腹立ってしょうがないんですよ。ここのとこね。あとは、大谷もね、そこそこの活躍してます。ホームランも打ってますけど。ただ、去年に比べると皆さん、なんかちょっと物足りないと思いません？そう思ってんのはもう俺だけかな。なんかね、今年の場合、大谷選手ってフォーシーム直球に対しての空振り率が多いんじゃないかと思うんだよね。去年はもう一発で仕留めるシーンありましたよね。いつも外角に逃げる球ばっかりで、ピッチャーの場合は、ね、相手のピッチャーを大谷にこうやって逃げるような投球多いんですけど、今年は内角をズバッとつくような、意表をつかれて打てないってこともあっかもしれないですけれども、あまりにもストレートに対しての空振りが多いと思うんですよ。で、
でね、大谷選手っていうと、日本の落合選手も言ってましたけれども、完全に山を張って打つタイプだよと。で、中に言えば、あれだけね、やっぱり大きなね、遠くに飛ぶようなホームラン何本もやっぱりね、打つには山を張って、それがドンピシャで当たった場合、ものすごいホームランなのかもしれないけどね。で、イチローなんかの場合はもう引退しましたけど、殿堂入りしたね、イチローの場合は、どっちかっていうと、まあ山も張るでしょうけど、基本的には来た球を、どんな球でも逆らわずに打つと。バットに当てると。ね。ですからそういうわけで出塁率も高かったし、打率なんかも良かったですよね。あ、そんでね、イチローがね、面白いこと言ったんですよ。メジャーの年間記録かなんか安打数260何本で打った時ありますよね。あの時のね、なんかインタビューでもってこんなこと言ったんですよね。で、聞き手の方で、イチローさん、その気になればホームランどのぐらい打てますかみたいなこと言ったんですよ。そしたらイチローなんて言ったと思います？ 30 本は打てる。その気になれば年間ね、30本は、打つ自信あると。ただし、打率は2割5分になりますよと。それでは皆さん満足できないですよと。だからやっぱりね、ある程度、ホームランバッターっていうのはやっぱり山も必要なんだべね。だから山外れた場合はやっぱり打率落ちるもんね。来た球すべて、だから大谷がもう来た球すべてにおいてもうバットを出してヒットを打つってことになれば、打率は上がるかもしれないけれども、ホームラン数はやっぱり減るんでしょうね。いろいろなんか野球の話までしちゃいましたけど、これはもうあくまでもこれは私のね、最後に言うの忘れた。ダルビッシュ有、ね、パドレスのいますよね。皆さん知ってます？若い方はわかんないかもしれないですけど、ダルビッシュ有2013年だっけかな。日本の野球界からね、アメリカのメジャーリーグに挑戦して、その2年目の年。ほんでね、ダルビッシュって1年目は16勝ぐらいしたんだよね。負けも多かったけどもね。ほんでね、2年目。2年目のね、開幕直後にものすごいピッチングしたことあるんですよ。相手はアストロズ。あの頃のアストロズって弱かったんですよ。年間100敗ぐらいするような感じでね。最下位にいるようなね。今は強いですけどもね。そのアストロズ相手に9回までずっとパーフェクト、完全試合のペースでね、進めたことあるんですよ。もう誰から見ても、今日のダルビッシュは変化球のもうキレが鋭い。スライダーキレッキレ、カットボールキレッキレ。フォーシーム、直球も伸びがあるっていうことで、もう相手のアストロズも三振に手も出ない。で、9回の2アウトまでパーフェクトピッチングをやりました。ね。それでもって、その最後、27人目の打者にバットに当てられたその球がダルビッシュの股の間を通って二塁手が取ればまだよかったんですけど、そこに二塁手がいなくてセンターまで転がって完全試合バーンなってことなんですよね。んでその時のね監督がワシントン監督で黒人の監督なんですけど、今エンゼルスの監督やってるんですけどね、今なんか体調不良かなんかで代行って他の人が監督やってますけどね、そのワシントン監督がやはりね9回西で点差も結構あったんですよ。ただ110球ぐらいやっぱり投げてたのかな。それでもってダルビッシュが交代しても体制に影響ないだろう、体制に影響ないだろうということで交代させるんですよ、ダルビッシュがね。でもその後ちゃんとリリーフピッチャーが抑えて勝ったんです。でダルビッシュもちろん勝ち投手ダルビッシュでこの間のね山本由伸のねノーヒットノーラン逃しましたよね。あの時は2アウトまでノーヒットノーラン、その後ホームラン打たれたでしょ、ホリデーなんてね。これでもまだ2点差で勝ってたんだよね。3対0だったけど、でホームラン打たれても3対1で勝ってたんだから、あと結果論から言って先ほど言ったみたいにリリーフピッチャーが大炎上食らって負けたでしょ。だったらばなんでロバーツ監督もう一人投げさせなかったのかなと思うんですよ。110球近くは投げてたけども、あの時は9回に入っても山本由伸疲れを感じさせないようなキレッキレの投球してたんだよね。ですから
ツーアウト、あと1人なんだから、山本由伸が投げてね、またヒットを打たれたとか、フォアボールを出したとか、そういう風な事態になったんだったらば、いや、ご苦労さんと、ね、あとはうちの他のピッチャーに任せろよって感じでもって、交代っていうこともありましたけども、なんであと1人投げさせなかったのかと。山本だったら抑えて、ノーヒットノーランはね、パーでも、勝ち投手、関東勝ち、勝ち投手ぐらいになったんじゃないかなと思うんです。皆さんそう思いません？だから僕は、今、ドジャースでトレードに出すか、また、やめてもらいたいのは、まず監督です。どういうわけだか知りませんけど、許せません。同じことの繰り返しやってますよね。それに絡んでるのが大谷とか、犠牲になってるのが大谷とか、山本由伸です。山本由伸10中8個ね、勝ってた試合をリリーフ、最後に出てきたピッチャーが打たれて、逆転負け食らってね、悲劇のヒーローになった試合って今まで4試合ぐらいあるんですよ。だから4試合ぐらい勝ってれば今15勝ですよ。最多勝レースに乗っかって、うまくいったらサイ・ヤング賞候補までなったかもしれないんですよ。ね。そういう風に一緒にね、これからどうかわかんないようなチャンスが巡ってきてるわけですから、足を引っ張るようなことやってほしくないよね。それが言いたくて今日はもう、春うららのお話とは別にね、こっちの話をね、させていただきました。いや、すいません皆さん。今日は一気にですね、喋りましたので、なんか咳込んじゃいましたけれどもね。ですから、また次回ですね、皆さんに喜んでいただけるようなお話、模索しまして、ね、それを皆さんに聞いていただきたいと思います。まっちゃんでした。